どうも、フィッシャーズシルクです。おたきです。砂川です。期間が期間なんでね、フィッシャーズメンバーは止まってます。そうなの。だいぶ長らくね、とりあえずじゃあみんなで同じ場所に入ってれば問題ねえだろうっつってみんなで止まってます。まあほぼ家族みたいなもんだからな。そうだね。今日はですね、なんか風景変わってるよね。戻ったよね。まあ戻ったね、そうだね。レックス、ブラック3モニターのレックスがここにいたんですけど、お引っ越ししましたー。ペットショップで俺めっちゃいろいろ聞いたんだけど、これ大丈夫ですみたいな感じになってたんだけど、どうもそんな感じがしなかったのよ。でかいのにしてあげた方が多分喜ぶだろうなと思って、縦が150センチぐらいあるやつに変えました。でかい。しっかりとね、設備とかもいろいろと整えて、はい、丸一日いろいろとやってね、ようやく完成したので、ちょっとお披露目ということで、見てちょっと掃除とかまだしてないんだけど、これがね、前に使ってた、ケージですね。はい。これは大体60ぐらいなんだよね。ちょっとね、じゃあ見に行きますか。はい、行きましょう。こちらです。はい。いろんな記事とかいろんなものを参考にして、どうやってなんかいいケージあるかなと思って考えたんですよ。縦がね、150とかあるケージあんまないのよ。そうなんだ。出来合いで売ってないんだ。そう、特注とかになっちゃってなかなかなくて、ほうほう。もう買えなかったのよ。コレクションケースです。これ現地じゃないんだじゃん。フィギュアとかを入れるやつ、なんか探してたらありました。なるほど。でこれ嬉しいことにコンセントとかもついてるんだよね、中に。あれがねコンセントになってて、まあコードが伸びてて、要は外とつなげて使えるようになると。このリビングはむっちゃくちゃ太陽光入るのよ。はあ、直射日光がね。直射日光めっちゃ入るのよ。バスキングスポットも置いてるんだけど、どうせだったら直射日光浴びてほしいなと思って、ほう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 。だからちょっとね窓側にしました。わざと室内なんだけど、よりこう外からの日の光を浴びせられるような場所にちょっと位置して、へえ。一個ずつご紹介の方をしていこうと思います。お部屋紹介ですね。お部屋紹介です。初めてですよ、僕自分以外の部屋紹介するの。タトカゲのやつですからね、他人じゃなくてタトカゲのやつ。なんで縦になってんの？レックス発見。こちらはですね、パネルヒーター中に入れてて、上にこうね、湿ってる今木みたいな、木くずみたいなのがいっぱいあるんだけど、これがパネルヒーターで上にこうあったかくなって上昇してって、要は湿度を保ってくれるように作ってます。うまいことできてんな。全身が使えるぐらいの、まあプールを用意しました。なんかいろんな記事を見るとツリーモニター結構水場が好きだっていうのよ。そうなんだ。ちょっとじゃあ置いといてあげた方がいいなと思って、前のやつちょっとちっちゃかったんだよね。全身を使われることができなかったから、せっかくだからちょっと全身使われるぐらいのちょっとプールみたいなの置いとこう。なるほど。でこれももうギンギンに冷たくなくて、ちょうどいい温度にしてます。今日の、551とかずっとここにいた。あ、そう、気に入ってくれてんだね。ツタに混じってツリーモニターの尻尾があるからややこしいんだよね。これだ。そう、これツタだらけですね。私人間から申すと、いつも階段で移動するの飽きるなと思って、だからちょっと自然環境っぽい、なんかアスレチックみたいなツタみたいな用意してあげた方が行くんじゃないかなと思って。わかるわー。したらね、結構ここ使うんすよ。あ、そうなんだね。そう、ちょっといつものテイストの違うように上に行けるようにしました。あえて何もないスペースもいるなと思って。まあ確かにね、もう広いってだけ。多目的スペースや。ここに何を置こうかとかはないんだけど、もうこのままこれを伝ってこっち上行ってもらえるようにしてます。ほうほうほう。まあレックス君の運動にもなるし、ここにずっと居座るってよりかは移動のための場所。なるほどね。このケースができて、ここに後ろにこう草とかバーってやったりして、まあ完成ってなって入れたわけよ、レックスを。入れたらここにスポッて入ってったね。どこ行くんだろうなと思って見てたら、そのままヒューっていって下のここについたのよね。初めて来たとこってやっぱ確認するじゃん、いろんなところ。そうだね。中をスパッて入ってって草かき分けてバンって目覚ましたら、先ほどいた場所みたいなところについちゃったのよ。そしたら目まん丸くして背筋伸ばしてここは知ってるみたいな感じ。でも移動の仕方がいっぱいあるっていいね。ツタもあるし草もあるしね。そうだね。で結構いろんなところに行ける流木のスペース。ここも移動のスペースなんだけど、ちょっとここにはねある仕掛けが1個あります。今なんもないように見えるじゃん。ちょっとねレックスどいてほしいんだよね。ここの湿度を保つには、さっきのパネルヒーターと下のこう木だけじゃ無理なんだよね。暑くて湿度の高いところにいる、トカゲだから湿度を保たなきゃいけないんだけど、ということでですね、俺が家にいなかったらどうすると考えて、下の木のところは自分でこう要は霧吹きをするわけですよね。これ園芸用のやつなんだけど、出るんだけど、
じゃあ俺が家にいなかったらこいつの湿度どうなるんだと。確かに。という時のためにこちらの機械自動的に霧吹きが出ます。すげえ。こいつが霧吹きすんの？そうなんですよ。サイクルとかを自分で設定して1時間に60秒とか120秒とか霧吹きが出ますよって設定ができる。へー。スイッチオン。流木のね隙間からこれここにねポンプみたいなのが出てるんですけど、ここかはいすげえ。これが噴射します。自動のね霧吹きマシーンをぶち込みました。おー。ここは分かりやすいよね。もうバスキングスポットです。日光浴とかちょっと体温めるところに使うとこですね。うん。はい。でここにこうゆったりここに寝そべってうん。あったかーいってやってます。サイズと形もねいろいろ揃えて。そう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 。こういうバスキングスポットがないと、まあトカゲちゃんは栄養が足りなくなっちゃうから、栄養を保つためにこういうところをまあ作った。45度とかさ、そのぐらいにしてあげて。そんな高いんだ。そうこういうところを結構高めに作ってあげて、へでこの中のケージの温度の中がだいたい27度とかかなにしてあります。寝る場所です。もうシェルター、ここの中に入って休んでもらいます。寝てる。存分に隠れてっていう場所。なんかずっと俺のねなんか視界にいるのもさ、なんかこいつ疲れるだろうから、飼い主から逃げたい時にここに温度湿度計がここにあります。今25、6度ぐらいで、夜なんでね。で湿度がだいたい 60% ぐらいあるのかな。うちの床がそもそも床暖なのよ。そこからちょっと熱が出てる。はいはいはい。この2つもライトになってます。ほうほう。もう上は温まるゾーン。上はホットに下はクールにです。樹状性だからさ、結構上に来たがるんだよね。だから上は来たら来たで休ませてあげるゾーンにしました。なんかやっぱ自然の環境に近く作ってはいるよね。そうだね、そういう感じにした。水はさ下の方にあるし、そう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 、こう火は上の方から来るよねっていう。そういう感じに作りました。ほー、住みやすそうじゃないの。ケージがかなり広くなったんで、まあ結構大きくなっても十分大丈夫かな。そうだね。これは本人がそうしたくてしてんだもんね。ね。普段木の上にいるやつだから、これ別に絡まって動けないわけじゃないんだあ、よね。動けないわけじゃない。全然動ける。引いてみるとこんな感じになっております。もうかなり過ごしやすくなったと思います。階段にしてるこのあれなんだけど、これ俺らがずっと前から撮影に使ってるテーブルの下のやつ。うわっ、これあったね、あれか。で撮影の時に足にガーンって当たって邪魔だなって外したじゃん。外した。そう、それこのマシーン、なくなるじゃん水。ペリエの瓶、2本でマックスになる。ちょうどこのマックスになるためにはペリエの瓶を2本分使うとちょうどマックスになる。これでガチちょうどマックス。へー、ぴったり。そう、なんかそのぐらいかなと思って、俺目分量って苦手なはずなのに、やってみようと思って2本使って水入れたらちょうどマックス。よー。好きでペリエ飲んだんだけど、もう飲む理由ができました。ここからはショッキングです。飛ばしても構いません。衣装ケースをちょっと改良して自分でちょっと作ってみたゴキブリケースです。外に出て餌買いに行こうと思っても、今そのために出るのかなと思ってね。じゃあ増やせばいいや。レックスゴキブリ食べるからじゃあゴキブリ増やせばいいなと思って、ジュビアっていう餌用のゴキブリなんだけど、成虫のメスと成虫のオスを買ってめっちゃいろいろとこう試してご飯食べさせて絶賛爆増え中でございます。怖い。1000匹ぐらいいんのかな。マジで1000よりいると思う。ほんと見たくない人は見ない方がいいなこれ。そう、衣装ケースってさ、ここまあ普通にさプラスチックあるじゃん、あるんだけど、ここ全部くり抜いて、でくり抜くさためのなんかノコギリとか家になかったのよ。なかったからどうすんの、サバイバルナイフをダーン突き立ててそのまま引いてってボカーンってぶん殴ってここをぶち開けました。気合いじゃん。脳筋すぎるだろ。でそのためいろんなとこが傷だらけになる。バカすぎるよ本当に。何やってんの。そのエピソードの割には綺麗にできてるわ。ある。お前ゴキブリがこれ開けれるわけないやん。あ、そりゃそうだね。でしょ。だからこのプラスチックの上のこのケースの蓋の間に網戸を切って挟んでるって感じ。ほんと普通のメッシュのやつだね。そう、衣装ケースに上の部分くり抜いて網戸挟んで呼吸できるようにしてる。これめちゃくちゃ手作りじゃん。卵パックをこうシェルター代わりにいっぱいぶち込んで、これ高いのよ。そうなの。高いんすよこれ。800円とかすんのこれ。卵の方が安くない？卵の方が安い。業務用でやっぱりいっぱいで入ってくるんだよね。だから1個ずつじゃこれ売ってないのよ。
だからまあまあな数届くんだけど、800円ぐらいすんだこれ。しょうがないやん。レックスのためだしな。レックスのためだから。で餌もいろいろ試してさ、うん、俺こんなゴキブリのために尽くす人生来ると思わなかったいろんなもの試して、でウサギのご飯とかバナナとかリンゴ、人参とリンゴが一番食いつきいいのこいつは。あ、そうなんだ。こっから見たくない人は飛ばしてください。うわうわうわ、もう見えてる見えてる見えてる。あー、やばい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 。おー、すげえ。今みんな隠れちゃってるけど、すごいな。俺音フェチなのよね。うん、だから好きなんだよね。いろんな油が上がる音とか、はいはいはい、パソコンのこう押す音とか、うん、寝ながら聞いてるんだけど、うん、ゴキブリのこのカサカサもあるじゃん。ある。これで俺寝れることを知ったの。マジか。俺これ聞きながらこの間爆睡してたんだよね。多分ね、爬虫類飼育者とかの人は多分ね、これ共感してくれるんじゃないかなと思う。てか、俺が逆に言って共感した側なんだけど、うんうん、赤ちゃんからもうシニアまでいます。この間見たら、パッて見たらめっちゃ赤ちゃん生まれてて、ちっちゃいやつがいっぱいいるの。まあ餌用なんだよね。無事ね、今このご時世だからってのもあるけど、増やすのに成功したのは本当に良かったわ。だからもう外に出ずに餌をずっと食えるっていう状態にして。それは素晴らしいわ。ただきついな。トカゲってさ、カルシウム取らないとくる病っていうのになっちゃうらしいの。まあ、人間もなるんだよね。そう、骨がちょっと、変形しちゃったりみたいな、があるから、この子たちにカルシウムパウダーをもう結構買ってるから、この子たちにカルシウムパウダーをまぶして与える。なるほど。こいつもあったかいところに住んでるやつなんだよね。うんうん。このデュデュビア。ここ床暖じゃんと思って、床暖に置いてる。贅沢なゴキブリだよ。ブラックツリーモニターのレックスに特大のケージを用意いたしましたという動画になりました。おめでと結構いろんな人のね意見が参考になって、はい、コメントとかでね、ちょっといやそれ狭いぞとかね、そう俺一応聞いたんだよ、ペットショップで聞いたんだけど、いやでもそれでもちっちゃいよって結構言われたんで、それはでかくするしかないなと、この子のためにちょっとでかくしてきました。おかげさまでありがとうございます。これよりでっかくしろって言われたらもう作るしかないよね。まあレックスの様子を見つつというところですね。こいつがいきなり3メーターとかになったら買えます。お前が引っ越すことになった。そう確かに。はい。でケージがめちゃくちゃ多いんですけど、まあそうだな、一応取っといて、飼育にちょっと慣れ始めてきたら他の子をお迎えするっていうのを一応視野に入れとこうと思います。はい。本当にするかわからんけどね、なんかそのまま捨てちゃうのもったいないから、チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントとかアイデアとか、なんかこう勉強したいんでいろいろとねこう教えてくれると助かります。アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので各自確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。